パリパリチキンの鶏南蛮そばを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は南蛮そばを作りたいと思います。はい、ということで今日は31日、今年最後ということで、年越しそばにぴったりで今からでも間に合うとても簡単な南蛮そばを作っていきたいと思います。この鶏南蛮そばは手軽な材料でかつめんつゆで作るので、まだ何を作るか決まってない方でもね、パッと簡単に作れると思います。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに具材の材料をご紹介します。材料はこちらです。鶏もも肉、長ネギ、舞茸、お蕎麦、塩、お砂糖、サラダ油。こちらの材料で作っていきます。まず鶏もも肉なんですが、今回ですね、舞茸と一緒に軽くつけて柔らかい仕上がりにしていきます。舞茸に含まれる成分がお肉を柔らかくする効果があります。さらにですね、舞茸の旨味も加わってとても美味しいお蕎麦に仕上がります。あとは長ネギ1本ですね。こちらを丸々使っていきます。そしてお蕎麦なんですが、今回私は乾麺を使ってますが、こちら生蕎麦だったりとか茹で蕎麦とかね、お好みのものを使用してください。続いて蕎麦つゆの材料をご紹介します。材料はこちらです。めんつゆ、お水、お醤油、みりん、塩。こちらの材料で作っていきます。今回使用するめんつゆは2倍濃縮のものを使っていきます。こちらはですね、3倍濃縮、4倍濃縮とかね、いろいろあると思うので、味の濃さはお好みで調整してみてください。それでは早速こちらの材料で作っていきます。では早速作っていきます。まずですね、お肉を舞茸で漬け込んでいきたいと思います。舞茸はですね、粗めのみじん切りにします。ザクザクっと切るぐらいで OK です。この後ね、具材にもしていくので、本当にね、ちょっと粗いぐらいに刻んでください。舞茸の準備はこれで OK です。続いて鶏もも肉です。鶏もも肉はまずね、余分な筋、脂、そして皮を取り除いていきます。この下処理をしていただくだけで美味しくなるので、ぜひこちらをやってください。では取り除いていきます。筋の部分に関しましては、気になるところだけね、取り除くといいかなと思います。はい、OK です。このように下処理してください。そしたらこちらのお肉を2等分にしていきます。鶏もも肉はお肉の肉質が2種類あります。ここにね、ちょっとね、分かれ目があると思うんですが、こちらのちょっとすぼまってる方は筋筋しいお肉になってます。そしてこちら側ですね、ちょっと幅広い範囲の方が肉々しい部分になります。こちらの2つを切り分けます。このように部位を分けていただくことで歯切れが良くなってとても食べやすくなります。そうしましたら続いてジップ袋を用意してください。そして口を開きます。この中にですね、お肉を入れます。そしてここにまずお砂糖です。そして塩。まずこちらの2つをしっかりと揉み込んでいきます。しっかり揉み込んだら、ここに刻んだ舞茸を入れてください。これで優しく揉み込んでいきます。はい、こんな感じです。このようにね、舞茸を揉み込んでください。そしたら空気を抜きます。そして口を閉じます。そしたらですね、こちらを冷蔵庫で1時間漬け込みます。時間がない時は30分でも OK です。できるだけね、1時間漬け込んでいただくと、より柔らかさを感じていただけると思います。では漬け込みます。それでは続いてネギを切っていきます。まずですね、ネギはこの葉の部分ですね、ここを切り落とします。よいしょ。そしたらですね、この頭の部分ですね、ここだいたい4センチぐらい切ってください。これはね、また取っておきます。そしたらこの根元の部分ですね、切り落とします。そしてだいたいね、4センチ幅ぐらいでぶつ切りしていきます。こんな感じでぶつ切りしてください。先ほどね、残しておいたこちらのね、上の部分ですね。こちらをですね、薄切りにしていきます。はい、OK です。ネギはこのようにね、2種類に分けて作っていきたいと思います。こちらのね、刻んだネギの方は器に入れて、水に10分ほどさらして辛み抜きをしてください。ネギの準備はこれで OK です。それではね、そばを茹でていきたいと思います。まずお水を沸騰させます。そうしましたら別の鍋にもう一つね、お水を入れて用意してください。こちらのお水も沸騰させます。こちらは何に使うかというと、お蕎麦を冷水で締めた後に最後ね、温めるのに使っていきます。なのでお蕎麦をね、茹でるタイミングで用意しておくといいかなと思います。
はい、沸騰しました。沸騰したらね、お蕎麦茹でていきたいと思います。茹で時間なんですけれども、袋に記載されている時間よりも30秒ほど早く茹で上げてください。柔らかめがお好きな方は茹で時間通り茹でていただいて OK です。ではね、今回は2人分なのでお蕎麦2束入れていきます。パラパラパラーっと中に入れます。今回私のお蕎麦は5分茹でなので4分30秒茹でていきます。時折ね、こうやってかき混ぜながら茹でてください。茹でてる最中は鍋からね、吹きこぼれないようにだけ火加減は調整してください。はい、時間が経ったので火を止めます。そうしましたら素早く湯切りします。では湯切りします。湯切りしたら素早くね、冷水でお蕎麦を締めます。さっと洗ったら一度でボウルに入れて、そしてここに氷を入れます。冷水で一度ね、しっかりとお蕎麦を締めます。そうすることでお蕎麦にコシが出てとても美味しい仕上がりになります。はい、OK です。これで水切りします。はい、お蕎麦はこのように茹でて、その後しっかりと冷水で締めてください。はい、1時間経ちました。まあね、現状何も変わってないんですが、こんな感じになってます。それではね、お肉を取り出してしっかりとね、お肉の水分を拭き取りたいと思います。それではまな板にお肉を置きます。はい、そして上からキッチンペーパーで押さえましょう。はい、お肉の準備はこれで OK です。それではね、具材をフライパンで焼いていきます。まずフライパンにサラダ油を敷いてください。そしたらね、こちら一度ね、全体に適当にね、広げてください。ちょっとね、軽く広げてください。そしたらね、まだ火をつけない状態でお肉を置いていきます。コールドスタートでね、お肉は焼いていきます。そうすることでとてもね、柔らかい仕上がりになります。そしたらね、このお肉の皮目を下にして、で、ちょっとね、油を伸ばしながらフライパンにのせます。こちらも同じように皮目を下にしてのせます。このように油を回してのせましょう。続いてネギも一緒にのせていきます。これもね、油をちょっとね、回して、そして並べていきます。そして最後きのこですね、こちらも一緒に焼いちゃいます。そしたら火にかけてください。火加減はまず弱めの中火です。このまま鶏肉はパリッと焼き色がつくまで焼いて、そしてその他はですね、いい焼き色がついたら取り出していきます。少しね、じわじわっと音がしてきたらヘラなどを使ってお肉を押さえつけます。そうするとね、パリッとした仕上がりになりやすくなります。あとはですね、余分な油が出てきたらその都度ね、拭き取りながら焼いてください。そうするとね、ちょっと油跳ねも防止することができます。こうやって拭き取ってる時でも油が跳ねてくる時があるので、やけどにはね、十分に注意してください。こちらの長ネギは焼き色がついたら裏返して転がしながらね、焼いてください。きのこもね、こうやって炒めるイメージです。ネギとかはね、焼くときはこうやってフライパンの縁などを利用していただくと全体的にね、焼き色をつけやすくなります。はい、今ね、だいたい3分ぐらい焼きました。焼き色を一度見て、いい感じに焼き色がついたら裏返します。はい、こんな感じで皮はパリパリです。裏返したら火加減弱火にします。このまま同じように油を時折拭き取りながら焼いていきます。こちらのね、きのこに関しましてはもういい焼き色がついたので取り出していきます。取り出す時はね、スプーンなどを使っていただくといいかなと思います。あとね、ネギもね、全体を見ながらね、焼き色をつけながら焼いていきましょう。はい、そしてね、ネギもいい焼き色がついたので取り出していきます。はい、今ね、トータルでだいたい10分ほど焼きました。お肉にきちんと火が通ったら火を止めます。こんな感じでね、皮がパリパリに仕上がってます。そしたらね、こちらのお肉を一度取り出してください。はい、こんな感じです。ではね、一旦こちらをこのまま置いておきます。そしたらですね、今ちょっとね、お肉の粗熱を取ってるので、その間におつゆを作っていきます。このフライパンで作っていくんですが、ちょっとね、こういったカスとかが出てるので、これは取り除きます。キッチンペーパーで拭いてください。はい。で、キッチンペーパーで拭き取ったら、お出汁のね、おつゆを作っていきます。まずですね、ここにお水、そしてめんつゆ、あとはお醤油、みりん、
そして塩1つまみです。これで火にかけます。火加減中火です。これを一度しっかりと沸騰させてください。このようにね、少し混ぜながら加熱していきましょう。はい、沸騰しました。沸騰したら火を止めます。はい、これでおつゆの完成です。はい、それではお肉を切りたいと思います。こちらはですね、もう食べやすい大きさで切ってください。はい、このようにとてもジューシーで美味しそうに仕上がりました。このね、皮の部分もこのようにパリパリです。鶏肉の準備はこれで OK です。それでは最後お蕎麦を温めます。先ほどね、準備しておいたお湯を再沸騰させてください。そして火を止めます。ここに冷水で締めたお蕎麦を入れます。だいたいね、10秒ぐらい入れて温めてください。温めたらこちらね、ざるに取ります。しっかりとね、水気を切って、そして器に入れます。はい、こんな感じです。あとはそばつゆをかけてトッピングしたいと思います。ではね、そばつゆを再沸騰させます。ちょっとね、お鍋入れ替えました。再沸騰させる時にこちらきのこを入れましょう。そしてね、きのこの旨味をおつゆに移していきます。一度ね、焼いていただくことでとても香ばしい仕上がりになっていきます。はい、で再沸騰したら火を止めてください。あとはですね、味見をしてお好みで味を調整してください。それではね、盛り付けていきたいと思います。まずね、おつゆをかけます。そしてここにお肉と、あとはネギ乗せていきます。そしてあとですね、最初に刻んでおいたネギを乗せます。はい、こんな感じで仕上がりました。これで完成です。はい、これで鶏南蛮そばの完成です。こんな感じに仕上がりました。このように鶏肉の皮はパリッパリで美味しそうに仕上がってます。そしてこちらがネギですね。ネギもね、このように焼き色がついて美味しそうに仕上がりました。最後ね、こちら分量外なんですが、彩りで三つ葉も添えてます。こちらはお好みで乗せてみてください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではまず汁からいただきます。舞茸の出汁が効いててすごく美味しいです。それでは続いてお肉いただきます。お肉がすっごく柔らかくて、そしてとてもジューシーです。ではね、ネギもいただきます。ネギも甘くてすごく香ばしいです。ではお蕎麦もいただきます。美味しい。食材の旨味が染みててすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の鶏南蛮のポイントです。まず鶏肉なんですが、舞茸と一緒に漬け込むことでとても柔らかジューシーな仕上がりになります。さらにね、舞茸の旨味も入って味わいにも深みが出てきます。そしてその後ですね、漬け込み終わったらしっかりと水分は拭き取ってください。ここで水分が拭き取り足りないと焦げやすい原因になるので注意していただけたらと思います。そして食材を焼く時のポイントです。今回はね、1個のフライパンで全部一緒に焼きました。そうすることで洗い物も少なくて手軽にできるんじゃないかなと思います。まずフライパンは温めない状態で鶏肉を置いてください。鶏肉を焼くときは皮を伸ばして、そしてその皮目を下にして焼くようにしてください。この焼き時間なんですけれども、お肉の厚みとかによっても変わってくると思うので、様子を見ながら調整してください。鶏肉を置いて他の食材も置いたら火にかけて、そして最初はね、ヘラなどを使って軽く押さえつけてください。そうすることで皮がパリッとした仕上がりになります。そして焼いてる最中なんですが、鶏肉から油がたくさん出てきてパチパチ跳ねてくるので、その油をね、キッチンペーパーで拭き取りながら焼いてみてください。そうすることで油跳ねを少しね、軽減させることができます。ただそれでもね、油跳ねをする時がありますので、やけどだけには十分に注意して焼くようにしてください。食材によってね、適正な焼き時間が変わるので、焼き上がったものから取り出していただくといいかなと思います。そしてそばを茹でる時のポイントです。お蕎麦を茹でる時はですね、袋に記載されている時間よりも30秒短く茹でてください。というのも、お蕎麦は茹で上がったら一度冷水で締めて、その後再度温めます。なので30秒ほど短くしていただくとちょうどいい硬さに仕上がります。ただ柔らかめがお好きな場合は、袋に記載されている時間通り茹でていただくといいかなと思います。茹で上がったお蕎麦は必ず冷水で締めてください。そうすることでとてもコシのある仕上がりになります。あとは一度締めたお蕎麦をお湯で温めて、そして最後はお好みで盛り付けしてください。今回の分量でいくと2人分になります。材料は
手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということでね、今日でね、今年最後の動画となりました。今年も1年皆さんたくさん動画をご視聴いただきありがとうございました。どうぞ来年もよろしくお願いいたします。それでは良いお年をお過ごしください。はい、ということで今日は鶏南蛮を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。